ドラゴンの悲しい真実を知ってしまった以上、もうドラゴンは殺せない。君は苦渋の決断でドラゴンを見逃す選択をした。どこからか魔法が放たれ、君たちは弾き飛ばされた。火山の下に落ちた白の教団の一行が再びドラゴンの前に立ちはだかる。白くはドラゴンを睨みつけ、これで世界は安泰だと漏らした。さあ、ドラゴンを捕獲して、という白磁に相槌を返すと、白くはドラゴンへと歩み寄り、白くは剣を抜き、一瞬のうちにドラゴンの体を両断した。絶命したドラゴンは足場から倒れ落ち、河口へと落ちていった。捕獲するのでは。他の連中は白くの行動が理解できずに固まっているようだ。突然地面が揺れ始める。ドラゴンの体を飲み込んだマグマが力を得たように活性化し始めたのだ。あとはあの場所を破壊すればと吐き捨て、白くは一人足早にその場を立ち去った。白の教団連中も事態を飲み込めていない様子だが、白磁の号令によって走り去っていった。火山は噴火寸前だ。このままでは君たちも巻き込まれることになる。クロエがバルツも連れて行こうと提案するが、彼はここに残ると言って動こうとしない。バルツは今にも消えそうな声で、君たちに最後の希望を託した。竜の涙は強大な力を秘めている。使い方によっては世界を滅ぼしかねないと。もうあいつらに涙を使わせるな。お前の禁じの力を使ってでも止めろ、クロエ。君たちはバルツの言葉を聞き受け、白の教団連中を追うことにした。火山の噴火が近い。先の揺れで岩壁が崩れ、元来た道は塞がってしまったようだ。別の道をたどって火山から脱出するしかない。まだ余裕はあります。焦らず進めば大丈夫。そろそろ危ないですよ。急いで。火山の出口が近い。君たちは迫り来るマグマからなんとか逃げ延びたと胸をなで下ろすが、突如マグマの中から魔物が現れ、君たちの進路を阻む。君たちは道を塞ぐ魔物を倒すと、そのまま急ぎ足で火山から脱出した。かろうじて火山から脱した君たちは、山頂で起きた出来事を思い返す。ドラゴンと薬の真実、白の教団と白くの目的、そしてバルツが最後に残した竜の涙は世界を滅ぼすという言葉。君たちは病気の村に戻り、錯綜する情報を整理することにした。リリーはなんだか疲れたと疲労感をあらわにした。ブルーノは無言で何かを考え込んでいるようだ。仲間たちの後から村に入った君はまたもや激しい頭痛に襲われた。この村は、何かを思い出そうとすると頭が割れるように痛む。クロエが今日のところは宿屋で一旦休もうと君や仲間たちに提案した。火山の噴火に伴う地震で手に持っていた薬瓶を落としてしまったらしい。男は地面に顔を近づけ、泥と混ざった薬の液体をペロペロと舐めている。老人は道端にうずくまり、ピクリとも動かない。手に薬瓶を持ったまま息絶えているようだ。女はぼーっと虚空を見つめている。その足元には数十本を超える空の薬瓶が転がっている。火山が噴火したことを知った老婆は、この島はもう終わりだと言った。
その表情には何かから解放されるような嬉しさがにじみ出ていた。女は火山の噴火や地震のことは知らない様子だ。なんだか地面がずっと揺れている気がする。ジルバはどうやら不在のようだ。夕飯時、静かに食卓を囲む仲間たちだったが、クロエが口火を切る。ドラゴンが倒された今、私たちはこれから何をすればいいのか、と。白の教団の本当の目的はドラゴンの捕獲だった。しかし白くはドラゴンを殺してしまった。この島とドラゴン、そして薬の真実について、白の教団はまだ何かを隠している気がする。クロエはこの島のことをもう少し調べた方がいいと言った。するとブルーノも、ここは薬の総本山と呼ばれた場所。まだ何か隠されているはずだと同調した。白の教団連中を追うにせよ、島のことを調べるにせよ、まずは何らかの情報や手がかりが必要だ。クロエは、村の管理人なら、この島のことにも詳しいのではないか、と言った。君たちは、一晩休んでから、村の管理人のもとを訪れてみることにした。ようこそ、と、この村の村長兼管理人であるジルバが出てきた。君たちは、火山で起きた出来事をつぶさに話し、この島のことを教えてほしいと、ジルバに頼む。するとジルバは、なるほど、ドラゴンの涙が薬の根源だったのかと、思い当たる節があるようだ。この島は一体何なのかと、君はジルバに尋ねた。ジルバは一瞬固まったが、やがて静かに口を開いた。この島には、白の教団が管理する薬工場とも呼べる場所があること、そして、この村は、薬工場から日々運ばれてくる新薬を人体実験するための施設であること。この島と村の真実を知り、君は再びジルバに向けて質問を投げる。じゃあドラゴンはその工場で薬を、と君は再び質問した。きっと白の教団が無理やり作らせていたのだろうとジルバは答える。だから白の教団は逃げたドラゴンを捕獲したかったのかとブルーノは合点のいったような顔をした。となるとなぜ白くは教団の意図に反してドラゴンを殺してしまったのか。まだ真相は闇の中だ。新薬の実験とはどういう意味なのかと君はジルバに問いかける。世の中に流通している白の教団製の薬はすべてここで実験を経てから出荷されているそうだ。この村に住む連中はさまざまな新薬を投与され続けた結果、みんなおかしくなってしまったらしい。自分は教団から村の管理人を任されたため、人体実験の対象外にされたとジルバは言った。この島から逃げ出そうとした村人たちは、みんな白の教団に捕まって、とジルバは顔を伏せる。ひどい話。ジルバの話を聞いたクロエは、沈痛な面持ちだ。この村の西の外れに空き家があるだろう。ずいぶん昔の話だが、あそこには4人の家族が住んでいてな。ジルバの話を聞くうちに、君は顔色がどんどん悪くなっていった。その空き家で確かめたいことがある。と、君は神妙な面持ちで言った。いつになく沈んだ表情の君を見て、クロエ、リディ、ブルーノは無言でうなずいた。古びた空き家の前に立った君たち。随分と長い間、誰も住んでいないようだ。君は扉を開け、家に入ると、埃っぽい部屋の中を
まじまじと見渡す。すると柱の低いところに水平な傷がいくつかついているのを見つけた。幼い子供が背比べをした後のようだ。柱に刻まれた傷の横には君とメルブールの名前が刻まれている。次の瞬間、君が心の奥底に無理やり閉じ込めていた忌まわしい記憶が溢れ出してくる。